はい、どうもってなんです。本日なんですけども、僕前回の動画で愛知県の常滑の金子さんのお店魚一番にね伺ってきたんです。でその時に金子さんのねその飲食の方のブースだけじゃなくて鮮魚の方あちらの方も見させてもらってて、そこにね並んでるお魚がまあ魅力的なんですよ。例えばねコブダイ、寒鯛って言ったりするんですけど、そのコブダイがでかいのがドーンと置いてあったりとか、めちゃくちゃクオリティの高いイサキね、もうパンパンのやつが置いてあったりとか、あと九州の方やったらなんとなくイメージできると思うんですけど、豊後水道のサバ、大分のサバですよ。現地で食べても関サバ姿作り9800円とかしたりするんですけど、それがねパンパンのやつが1尾4500円で売ってたりとか、品揃えも面白いし値段も安いし、もう個人的にはねもうずっとワクワクしてたんです。でその撮影の隙間時間に魚一番で注文して福岡に届けてもらえませんかってことをご相談したところ、いいよっていうことでですね、これよく快諾していただきまして、で今回のはその魚一番さんでの海鮮ボックスっていう当たりボックスがあったりするような、そういった商品とはまた別に金子ボックスになるものをね作っていただきまして、金子さんが直々にこれおもろいねって言ったやつを段ボールというかその発泡酒に詰めていただくっていう金子ボックスをねお願いすることができました。で先ほど届きまして、そちらがよいしょよいしょ、はい、大きな発泡が2箱。どうも金子さんありがとうございます。で中身は当然僕まだ何にも知らないので、これから早速開けてまいりましょう。というわけで早速本日も作っていきましょう。よっしゃ、開けていきますか。これどっちから開けようかな。一応ねこっちが結構重たくてなんかねでかいのがドンと入ってそうなイメージで、こっちが細かいのが何個か入ってそうな、なんかそういう感じがするんですよね。ですのでこっちから開けよう。金子さんのことやから絶対変なの入っとるはず。せーの、オペン。うわめっちゃありがてえ。ちょっと今日市場に行けなくて今日わさび買えてなかったんですよ。金子さんのところの立派なわさびありがとうございます。でこれ生の花だ。あれうち花瓶ないんよな。どうしよう。ちょっと花瓶がないのでちょっとグラスで一時的に。何これ、おろし金。うわありがてえ。わさび用のおろし金いただきました。じゃあまずウニ、瓶ウニ。ここのね原材料のとこにウニ、それから添加物の明板が書かれてないんで、これ本当にウニのむき身そのまんまなんだと思います。めちゃくちゃ美味しそう。じゃあお魚関係一個一個出して。何これ、全然見たことない柄があるんですけど、マジか金子さんマジか。これずっと食べてみたかったやつ。皆さんこのフォルムとこの口で分かる方いるかな。であと1個入ってるこれは何だろうなと。肝だ。何の肝だろう。めちゃくちゃいい香りがする肝。それで1個ずつ開けてまいりましょうか。まずこの子からね。僕の予想オオカミウオ。オオカミウオちゃんですね。オオカミウオ北海道の方でね水揚げされる魚なんですけど、これはアイヌの文化なのかな。北海道の神のお魚ってこう2種類いるらしくて、1種類目が日頃の食生活を潤してくれるのが鮭ってことで、鮭が神のお魚で、もう1匹がこのオオカミウオで、金子さんの動画とかねいろんな方の動画を見てるとオオカミウオのお腹くせえっていうのをよーく見てるんです。だから嗅ぎたい。臭くない、普通のお魚の匂いで、今回のお魚は金子さんからね事前にご連絡もらってて、全部のお魚に関しては内臓を抜いてるよってことやったので、ありがたいね。魚さばく方はみんなわかるはず。内臓が抜かれてると超楽。続いてこの子、僕の予想イサキ。でっかっ、腹抜いてこれでしょ。やば、卵入ってるな。そう今ね撮影日的には6月の15日16日この辺りなんですけど、この辺りはね海域によっては結構卵とか白子とかがねパンパンのイサキが多いですね。こんだけ立派な卵も入ってるんでね、この子はもう鬼つけに行きますね。続いてこちら、これ何。これ何やったっけ。これ何やろ。多分フエダイ系ですよねこれね。このお魚何。ちょっとごめんなさい、この子わからない。でも多分めちゃくちゃいいお魚なんだろうな。でこれがさっきここのねヒレちょっと見えたんですけど、間違いなく僕が初めて見る色をしてました。すごい岩肌。痛いわ。わからん。本当にわからんこのカレー。後で調べます。よし、じゃあ2箱目。この辺り助かる。料理される方はこういった赤もみじとかね。これなんだろう、ハスの葉みたいな。これなんだろうね。でいっぱい大葉。助かる。木の芽で和牛マフィア。芽ネギ将軍ネギみたいな。これ多分あれほじそ。
あ、違う、タデ、紅タデ。待って、金子さん、僕になんか刺し盛りかなんか作らせようとしてるこれ。で、こちらが、お、きれい。鳥貝。この鳥貝のね、この黒を残すのって結構大変なんですけどね、めちゃくちゃ綺麗に処理してある鳥貝。待って、この富士壺でかっ。待って、これバリでかいよ、この富士壺。お化けサイズの富士壺。うまそう、これ。まだ全然ピンピンに生きてるわ。これはすだち、シークワーサー、柑橘。でかっ。僕この貝知らん。これは後で答え合わせで、多分これはね、赤西貝。この赤いのがね、特徴的な。これ美味しいっすよね。これは赤貝じゃないか。めちゃくちゃ立派な赤貝。人間と同じこうヘモグロビンというかね、真っ赤な血を出す貝ですね。これは普通にアサリ？すごく立派な二枚貝。アサリなのかな。で、最後これ。待って、これ魚一番で食べた気がする。この貝、凹凸のあるこの貝食べた気がするんだけどな。魚一番でお酒入ってるから忘れちゃった。今ちょっとパパッと調べたんですけど、多分ですよ、こちらが富士壺の中でもミニ富士壺っていう種類と、で多分これが普通のアサリでしょ。こっちが鬼アサリで、こっちが大アサリだった気がする。もう2箱目はもうまさにザ・金子さんって感じの貝尽くしでしたね。でですね、金子さんからまだ別に動画をいただいてて、でこの箱を開けるまでは絶対にその動画ファイルを開くなっていう念押しをされてるんですけど、うちの従業員がね、動画編集してこう一個にまとめてくれたので、ちょっとそちらを確認しようと思います。これが金子さんからのファイルですね。これいこうか。赤西して、この赤貝もいこう。今うまいからね、赤貝大玉のとこお願いします。はい、いいね。オール鳥貝とかでも面白いけどな。全部なんか鳥貝。これ鳥貝って行きますかね。九州送りたいんですけど。行けます。ありだな。ちょっと他見よう。でも鬼アサリ。鬼アサリも1キロ。で、あとやっぱ鬼アサリだった。鬼アサリ。ほんと知多とかあっちの方よう取れますもんね、鬼アサリね。で、鳥貝の特大をこれワンパックお願い。特大も1個しかないですか。もうそうですね。じゃあ1個ください。柵のアサリこれ1キロください。はい。これは欲しいね。これください。いやうん。オオカミ。めっちゃ良かったね。良さそう。これ珍しいね、大将。珍しい。僕赤いの見たことない。なんすかね、それ。これもらいますわ。いやだよね、これなんだろうね。この笛鯛のような浜笛吹きみたいなタマンみたいなフォルムの赤いのマジでわからん。っていうかオオカミウオってあんな感じで並ぶんですね。福岡じゃ見たことないですもん。本当はね、もっともっと大きくなりますからね、オオカミウオはね。その大きいのも食べてみたいですね、いつかね。ダニアンチャンネルをご覧の皆さん、お邪魔します。隙間グループの金子でございます。すまん、ダニアン買いすぎた。ちょっと開けてもらって魚は見てもらったと思うんですけども、これがさばかれる前の魚でございます。一応ね、腹だけは抜きたいなと思って、こういう感じで。待って、これ今お腹ポンポンってしてたの、これ多分鏡鯛だよね、多分ね。カレーだったよね、入ってたの。あれ鏡鯛じゃないよね。これが鏡鯛。これ鏡鯛でございます。そしてこれが今が時期のイサキですね。池のイサキです。まだブリブリです。多分明日明後日ぐらいにちょうど食べ頃の感じですね。でこれが謎の魚って言ってたんですけど、ヒメフエダイでしょうね、おそらく。ヒメフエダイ。ほんとだ、ヒメフエダイだ。なんかね、赤い体色のものと、なんかもうちょっとね、淡い白っぽいような、そういった体色のものがあるから、もしかしたらこれ、成長するにつれて赤くなったりとか、なんかあるんですかね。そう、僕のヒメフエダイってこのイメージなんですよね。こういう感じのイメージ、ヒメフエダイって。こんな赤くなるんだ。これめちゃくちゃ美味しい魚です。でこれがカニはこんな好きでしょ。オオカミウオでございます。でこれがこっちで有名な大マサロ。そしてこれもうまい貝ですね。赤西貝という貝。これめちゃくちゃ美味しいです。貝を食べる貝なので味が濃くてうまい。そしてこっちの島のアサリ、これすごくいいお出汁が出るし、身がパンパンに詰まってます。今が時期です。でこれ鬼アサリですね。ちょっとこのアサリとはまた違う味わいを楽しんでください。でこれ赤貝ですね。大玉爆弾サイズで地物の鳥貝、そしてウニもなんとなく3つ買ってきました。でこれ富士壺ですね。富士壺、青森県産の富士壺、これまだ生きてます。ちょっとこの鏡鯛、これ中開けてみますね。ここに肋骨があるんでこう入れます。だいぶ空気でしたね。これ肝をね見てほしいんですよ。うわすげえ、アニサキスがやばい。これ全部アニサキスです。あれちょっと待って、うわやられた。肝全然入ってなかったあかんわ、これやめとくわ。何やごめん、これやめて、なんか他の魚ちょっと対面から買うわ。どうしような。
引き詰めサメガレーもいいな。これいいでしょう。ボコボコのこれいきましょう。はい、じゃあサメガレーに変更でございます。サメガレーか。確かに肝が終わってたね。カニはどうさばくんだろう。これ難しいからね。こういうのはお腹だけ出しておきますね。腹出さなくても平気そうですけど、塩出しておきます。ほら、すごい肝が超綺麗。一応肝も入れとこう。こんな感じで綺麗に処理して送りたいと思います。本当に楽しかった。食べてめっちゃ楽しかった。あとは知らん。では本編へ戻します。金子さんありがとうございます。では改めて今回送っていただいた海鮮たちをねぶわっとこう並べてみましたけども、何を作っていきましょうか。正直このヒメフエダイとかこのオオカミウオとか刺身で食べてみたいんで、とりあえずお刺身、この赤貝とかね、こんなの全部含めて刺し盛りバリッと作るのと、やっぱ初めましての魚も多いんで加熱したものも食べてみたいですよね、どんな身質か。なので刺身とは別に焼き、正直天ぷらめっちゃしたいなという気持ちをぐっと抑えて動画時間半端なくなるんで、あとはこの貝関係のフジツボ、こちらは塩入れで、大アサリはバーベキューにグリルで、鬼アサリとあとアサリ、そちらは2つ別々に酒蒸しにして、どんな味の違いがあるのかをねちょっと楽しもうかなと思います。いやでもこのイサキは煮付けにしたいな。煮付けも1品作るかも。ということで今回のお献立は刺し盛り、塩焼き各種、イサキの鬼漬け、大アサリバーベキュー、アサリの2種酒蒸し、最後にフジツボの塩入れ。本日はこんな感じで参ります。で、今回なかなかの品数&食材の数なので、一個一個結構パパパパパッといきますね。それでは本日もお願いします。まずは鬼漬け用のイサキ。全てのお魚かなりね、金子さんによってめちゃくちゃ中綺麗なんですよ。こんなに綺麗に中抜いてもらったの初めてかもしれん。見てこの血合い。ただどうしてもお魚って時間が経ってくると、このヒレとかね、こういったところとか体表面がこうヌルヌルしてくるので、一応全部のお魚たわしでゴシゴシこすってあります。特にすることはないですけど、尻尾だけこれが鍋に入ればいいんですけど入んない。ちょっと不格好にはなっちゃうんですけども、釜上から落としちゃって、で盛り付けの方に上に来るところにバッテンでもいいし、僕が好きなのはこの肩口の角度に従って1、2、僕はこういう切り込みの入れ方がすごく好きです。これなら入るでしょ。よし、ギリ入る。じゃあちょっと乾燥させたくないのでラップでぐるんと巻いて、これでイサキ終了。でこういった頭関係は全部僕のねプライベートなお味噌汁とかお吸い物にしようと思ってるんですけど、今やると包丁ダメになるので後でまとめて行いますね。それで続いてヒメフエダイ。もうほんと何回見てもこの魚ヒメって名前がつくから可愛いっていうよりかかっこいいっすよね。ほんとポケモンで言ったら絶対これ炎悪タイプやけん、これいいユイだ。でこちらお腹の中に内臓のちょっと残りがちょっと入ってて、バッキバキ内臓脂肪入ってるんですよ。きっとこれねお腹の中すごかったんだと思う。ちょっと内臓見たかった。てか面白い。このエラブタのここがねすごくエールの魚、例えばスズキとか言いますけど、ヒメフエダイとかフエダイってここがすごくギザギザしてるんですよね。痛いもんね、ここ痛い。見えます？このキンキン具合。でも普通に釜下から包丁入れて、めっちゃ身しっかりしてる。あれみたい、石鯛とか石垣鯛さばいてるみたい。油がありすぎてバターみたいになってるのかな。すっごいよ。もうこの縁側ラインなんて真っ白です。興奮してきました。硬っ。もうこういう時は尻尾外して、こんな密質ですね。石鯛とか石垣鯛と比べるともうちょっと密質がちょっとピンクっぽいというか、ちょっと桜色っぽいような、そんな綺麗な身してますね。
お次がオオカミウオ。この手のお魚って結構ぬめりが強いこと多くて、多分ですけどこれ普通にたわしでこするだけじゃ多分取れないと思うんですよね。だから聞いてないからわからないんですけど、多分カニゴさんの方で塩でこう吸ってもらったりとか、お酢だったりとか何かしらですごくぬめりを取ってもらってそうな気がします。こっちの自宅ではねたわしだけで取れたので、気をつけるのはやっぱこの口の歯、多分ここにかかると手ズタボロになると思いますんでね。うわ、この手の長物マジ1年ぶり、ウツボぶりだ。でも今回もかましたこちらから入れてまいります。皮結構切りやすいかも。ウツボと全然違う。でもねやっぱね香りがねちょっとねウツボっぽいんですよ。あんまり共感してもらえないけど、ちょっとこう昆布だしを感じるようなだしっぽい香りがするんですよね、ウツボもこのオオカミウオも。骨柔らかい。ヒメハマダイの方が断然硬かった。ちょっとタラとかサーモンみたいにちょっと体丸めて皮ピーンと張って、よう包丁入る。さばきやす。ちょっと待って、ちょっとラインが見づらい。ラインっていうのはこのなんていうの、ヒレの真下がどこから始まるかっていうのがちょっとよく分からなくて見えづらくて、なのでちょっとヒレがどこにあるか分かりやすいように一旦このヒレ切ります。こうしてあげればどこにヒレがあったかがよく分かるので、多分これで分かりやすいと思う。で、角度が入れづらいのでちょっと手前を高くしたい。これでこのラインにすごく入れやすくなりましたね。よいしょ。これも同じですね。このオオカミウオ最初のこのヒレの位置がちょっと分かりづらいんで、その時にね上身よりも下身に入っちゃったっていうミスは起こりそうですけど、そこさえ気をつければすごくさばきやすいお魚に感じます。せーの。じゃあ続いてもう半身。よいしょ。よいしょ。はい、せーの。10点。でもあれですね、こうやって見るとやっぱウツボとか、あとアナゴとかウナギとか、そういったウナギ目っていうのかな、ああいった感じのお魚と比べると全然身の色が違いますね。でちょっと1個ワンポイントアドバイス。こういった感じでこう魚をねバット高に入れて保存するとき、保存ってわけでもないですけど、こういう風に身と身がこうペタってこう当たる分には全然問題ないんですけど、この皮ねこうなってるとすると、ここからね結構傷みが早いので、この皮と身をね触れさせないようにして、こういう風にしてあげるといいと思います。じゃあ鮮魚の方のラストがサメガレイ。相変わらずすごいわ。どのくらいかっていうと、このおきゅうりが簡単にすりおろせるほどで、僕正直カレイをさばくのは初めてで、てかなんならフラットフィッシュさばくのもヒラメが1回あるくらいで、でも動画では見たことあるんだよね、このサメガレイ。てかさ、このサメガレイさ、これはカレイ特有の香りなのかな。なんかちょっと柑橘系みたいな、なんかそんな香りがする。鮮度が悪くなってる匂いじゃないんですけど、これはカレイ独特のものなのか分かりませんけども。じゃあもう内臓は抜いてもらってるので、もうこの角度でもまっすぐこっちに。はい、頭ゲット。てかこれまな板が傷つきそう。やめて。じゃあ続いてこのおしっぽ、ここもドスンと
でこのサメガレこんなガッチャガチャのね皮は到底引けないので、このヒレのところ、ここのラインとここのラインで一度外して、この上身の皮と逆にこの下身の皮、ここが完全にセパレートになってる状態にしてベリッベリッと剥くような感じで、ちょっとね伝わりづらいですけども、このヒレのラインでちょっと切り離しにくいので、ちょっと文明使います。今からこちらの皮を皮剥ぎみたいにビリッとめくっていくんですけど、ここに大きい縁側がついてて、ここの縁側のラインは結構ビリッといけるんですけど、ここの中心部分、ここが結構剥ぎづらかったりするらしいんですよね。ですのでまずこっちの肩口の方から一回取っかかりを作って、で普通に指で持つと多分手ズタズタになるので、ペーパーかましたりゴム手袋、軍手かとかつけてもらったりして、ここの縁側のラインで一度指でここまではね結構簡単に剥けるんですけど、ここからが大変なので一旦現実逃避。続いてこちら、大体魚の皮の構造的に頭から尻尾方向の方が多分皮はめくりやすいはずなんですよね。ですんでこちら側じゃなくてこっちからいきます。ちょっと手袋持ってきます。いった超痛い。でこの硬いサメ側の方、こっちはもう食べられないみたいです。ちょっと汚いので一度こちらをきれいにして、よいしょ。続いてこちらの下身の皮、さっきのサメ側みたいなガチガチの皮じゃなくて、逆にこっちめっちゃ気持ちいい。何これ。でなんかね、これ今黒い皮が見えてると思うんですけど、その下にこの白い層があるじゃないですか。こっちを剥くらしいですよ。これをつかめばいいのか。そう、この皮の下に指を這わせて、またこの縁側の上にでやってた。あ、気持ちいい。結構カレーって水っぽくて結構身が柔らかいイメージでしたけど、サメガレーこんだけ強くね身扱ってますけど、全然びくともしないんですね。面白い。よし、じゃあこっちの縁側までめくれたので次逆。じゃあ次は尻尾の方から剥がしてみよう。でなんかこっちのお腹の方の皮っていうか、この下の方の皮、この縁側の上は綺麗に剥けるらしいんですけど、ちょっとこっちの真ん中のこの部分に関しては白い皮が残るらしいです。だからそこは後で包丁で皮引きましょうねみたいな感じでした。疲れた。これは食べられるんだろうか。なんか食べられそうですね、これね。多分これ食べられるよ、言いかけば。ていうか縁側でかっ。真っ白っすよ、もう油だらけ。そしたらこの真ん中のライン、ここに背骨があるので、この背骨の真上にはいズドン。どうしようかな、お腹側から下ろそうかな。普通に5枚おろしで参ります。ちょっとごめん、卵潰せちゃうかも。まず1枚。続いて背中側。特別骨がめちゃくちゃ柔らかいっていうこともないので、普通に5枚おろしの要領でやっていけば特に失敗はなさそうですね、このサメガレー。2枚目。
い、ラスト1枚。この骨めっちゃうまそう。多分これすごくいい出汁出ると思うんで、ちょっとこれマジ欲しい。この骨は絶対に捨てるなっていう、なんか僕の野生の勘が言ってますね。で今回塩焼き各種っていう風に作ろうと思ってましたけど、さすがにちょっとカレーは身の厚さがないのでちょっと串が打てないので、この子に関しては塩焼きじゃなくて鬼付けの方にちょっと回そうかなと思います。これ厳しいかも、終わるの。よし、この狼をこっちの上顎のところにこれがあって、咽頭下はまたちょっと別のなんて言うんでしょう、硬い板状の歯があって、これが頭割るときすごい邪魔だった。でもちゃんとこの隙間を縫ってあげればいきました。だけどせっかくなので何かこうお吸い物的なものが欲しいので、今回はせっかくなので多分一番この中で高いであろうヒメフエダイで、今回は出汁取って普通の本当ごくごく普通のお汁にしようと思います。こちらの狼をこんだけね立派な顎でねこうガンガンガジガジするお魚ですので、このねほほ肉めっちゃ美味しいんですって。なのでこれは僕の今度のお夜食。じゃ今ので3枚おろし系終わったんですけども、金子さんが入れてくださってたこれ普通のお花と思ってたんですけど、エディブルフラワーっていうお茶な気がするんですけど、皆さんどう思います？俗に言う食べられるお花ってやつですね。ちょっとなんかこの辺1個もらおう。これ多分エディブルフラワー。なるほどね、それの中に入ってたのね。よし、ではここからは貝、二枚貝、巻き貝、そちらの処理に参ります。では続いて大あさり。もう大あさりは金子さんのね過去の動画に従って、はい、真っ二つ。この蝶つがいのところ、ここはさすがに硬いので、ここまでガッといったら、これをこうしてた。でこの大あさり結構砂を噛むことが多いんですって。なので流水でこの内臓の裏とか、あとこの水管の周りとか、あとこの外頭膜というかこの紐の内側とか、なんかこういうところをきれいに流水で洗うらしいです。行ってきます。できれいさっぱりしたところで、2枚貝なので当然ここに1個2個と2箇所貝柱があるんですけど、これは外した方が食べやすいのかな、どうなんだろう。なんかせっかくのね大あさりなんで、ここが殻について全部食べられないみたいなのがちょっと嫌なので、今回は貝柱ちょっと貝殻から一応外しとこうと思います。こっちの方が多分焼きやすいというか食べやすいと思う。でちなみに今僕ずっと大あさりって言ってますけど、この大あさり内側を見ていただくとすごい綺麗な紫色をしてると思うんです。この綺麗な紫色をしているから別名内紫って言ったりしますね。てか内紫が多分正式名称なのかな。とりあえずこれで大あさりの下準備終了。それでは続いて赤西貝。赤西貝を本当に生の状態で中身を取り出すんだとしたらどうなんでしょうね。ここら辺にハンマーとかで穴開けて貝柱切ってドゥルンと取り出すのか、とりあえずなんか砕くような方向になると思うんですよね。ただそれはちょっとね今夜中なのでちょっとはご近所迷惑になるので、今回はよりスピーディー&より一般的な茹でる方向で多分ですけど、これ普通にお水でね湯がくこと多いと思うんですけど、僕なんかこういう時にねお塩入れちゃう癖があるんですね。これ性癖ですね。別に下味をつけたいわけじゃないので、本当生理食塩水ぐらい 0.7% ぐらいのお水に赤西投入。そしたらこちらを火にかけて一気にブワーッと沸かすんじゃなくて中火くらいで。ではそうこうしているうちにだんだんと沸いてきましたので、このままバカバカ沸かしてもしゃあないので火加減を弱火にしてこのまま10分放置。では10分経ったのでこれにて終了。でこちら湯がいた後、例えば氷水なんかに落としてキューッとこう一気に締めちゃうとなんか剥きにくくなるんですって。なので茹でた後ざるなんかにこうおか上げして、もうそのままザバーッとお湯切ってもらって、まだほんのりあったかいうちになんか剥くといいらしいです。で剥き方はフォークをこの殻と身の間にスコッと入れて、でブリンといくらしい。せーの。本当にブリンといく。で磯のいい香りがする。
じゃあまずこの蓋を外して、でこの肝の部分なんですけど、ここのねぐるぐる、ここまではすごい硬いんです。ムチっとしてるんです。ただここに行くと結構ブニョンとしてて、なんかあまり美味しそうではないので、この境目でカットします。すごく美味しそう。でこっからどうするんやったかな。この袴から取るんでしたっけ。いや、この袴食べれるんだっけ。とりあえず一旦袴から内臓をまとめてブリンと取ってみて、ここは多分食べなくていいんだと思う。んでこの袴部分、ここは美味しいのか。苦い。サザエと一緒。袴ちょっと苦いですね。だからこの袴ごと内臓をブリンと。これが多分ね、浜焼きのバーベキューとかだと、この逆にこの袴のほろ苦さが欲しくなるって僕思いそう。でこの内臓を除いて、このヘッドのこっち側、背中側、ここにね油があるらしい。ちょっと切り込み加えると、せーの。おそらくこれは唾液腺なんだと思う。よくつぶ貝とかはここね絶対外しますもんね。ちゃんと中までこうやってねえぐってね。てかアカニシ貝のお口ってここにあるんだね。切り込みを入れたところ、この内側にお口が隠れてましたわ。別に硬いとこはないから多分このまま刺身にして大丈夫。それとこちらのアカニシ貝の可食部、ここ触ると結構ぬるぬるねちゃねちゃしてるので、ちょっとこれきれいにしていきますね。これはそのまんま生臭さに直結するので、多分取った方がいいと思う。で取り方はいっぱいありますけど、ここにお酢ダバーぶちかけてもいいでしょうけど、今日はなんとなく塩もみでいきます。あんまり長時間やると多分身に塩が入っちゃうので、もう短時間でシャッシャッと。こういう巻き貝系は密室がしっかりとしてるからね、二枚貝と違って結構強くガシャガシャしても大丈夫なのが嬉しいですね。じゃあだいぶ綺麗になったので、こちらちょっと水洗いしてまいります。あとは綺麗に水気を拭き取って、あとは食べやすいサイズ感にお刺身用に引くだけ。はい、終わり。僕は顎がバカなのでこのサイズできますけど、絶対薄く切った方がいいですからね。個人的に嬉しいのは、この副産物として取れるこの殻ね、これめっちゃ綺麗じゃないです？これだったら白ベースにこのオレンジね、赤が入って、でこっちはもうちょっとこう渋めの色にこの赤が入って、個人的にこれ盛り付けに使ったらめっちゃ綺麗だと思う。よくアワビとかサザエの殻とか僕取ってあってよく盛り付けに使うんですけど、赤西の殻いいわ。全部キープ。では続いて赤貝。赤貝はですね、二枚貝の中でも結構僕は汚れてる方だと思っております。赤貝ってこの縦のストライプがあるじゃないですか。ここの隙間にね結構びっしり汚れがついてるんです。これが綺麗に洗ったやつ、たわしで。この殻を食べるわけじゃないんで、しなくていいといえばしなくていいのかもしれないですけど、例えばこれを盛り付けに使うとか、そうじゃなくてもまな板を綺麗に保とうと思ったら、多分ねこれは綺麗に洗った方がいいと思います。一旦たわしでこすっていきます。それでは剥いてまいりましょう。僕も赤貝剥いたことあるの2回しかないので下手くそなんですけど、赤貝は基本的にこの蝶つがいになってる裏側から剥いていくのが一般的だと思います。で剥く時にこれをねこうずらすんですけど、こういったオイスターナイフよりも正直この出刃とかちょっと厚手の包丁の身ね、ここがやりやすいと思います。当然この先端を使うと包丁パキンっていっちゃうかもしれないんで、根っこの方ね、ここを使ってくださいね。でまずはこちらの蝶つがいの裏側、後ろ側、お尻の方に包丁の峰をあてがって、てこの力を使ってずらしていくんですけど、これね外れた時に貝殻自体がパキッみたいなちょっと気持ちいい音するんで、だから感覚があるんで、それを目安にこれは今ここパキッと割れましたよね。これはこの方法でまた剥き方があるのでちょっと待ってくださいね。先にここがパキンと割れちゃったら、この穴からいっちゃえばいいんですよ。貝柱が普通の二枚貝と同じくこことここにあるので、そこに向かってこの今開いた穴から入れちゃう。そうするとパカッと開いてくるので、まずは優しく中を確認しながら開けて、この内側の紐とかも全部ちゃんと下に落としてから優しくご開帳。そしたら貝柱下もつながってるんで、この貝柱も下も切って、で他の貝と同じくこの蝶つがいのここ
ここのところに膜みたいなのでやっぱつながってるので、これもオイスターナイフを使ってきれいに剥がしてあげて、あとは街灯膜をスッと外してあげると、はい、トゥルンで、今このボウルの中にこの赤貝のエキスと一緒にこう身がポロンと落ちるんですけど、この赤いエキスの中にこう浸っているこの状態をね、なんだっけ、赤止め、なんかそんな感じだったと思いますっていう状態なんですけど、この状態にしておくと、今殻むきましたけど、これで結構赤貝生きるんですって。だからお料理屋さんとかお寿司屋さんとかはこの状態で買ってきて、お店では自分で殻をむくんじゃなくて、この状態から処理がスタートみたいな、そういったものが多いらしいです。あかん、今日なんか全部パキンと割れる。あとはこちらをさばいてまいりましょう。赤貝の食べるところはこの街灯膜というか、この紐と真ん中の身のところですね。紐をパカーンと開いて、こっちじゃなくてこっち、ここのところからちょっと包丁で助けてあげると、包丁で押さえて身を裏返すとブリン、最後この接着を包丁で助けてあげるだけ。これで紐と身で分けられました。では先にこちらの紐の処理から。こちらの紐をまな板にペタッと置いた時に、このしっかりとこうまな板にペタッとなる面と、逆にピタッとなりにくい面があるんですけど、こっちのピタッとなる面、こっちの向きでちょっと置いていただいて、この紐のところにこの膜ビラビラがついてるんですよね。これを取りたい。まずですので包丁で一旦このビラビラを、はい、除去。当然反対側も、はい、除去していただいて、でここに貝柱があるんですよね。貝柱だけ残したいので、それ以外の内臓を、はい、外してこんな感じ。あとはちょっとした汚れなんかを包丁でこそぎ落として、これで OK。 で当然貝なのでこの段階で結構ヌルヌルします。ですのでこちら全部終わった後に水洗いっていうか洗っていきますので、とりあえずは一旦このビラビラというかこういったものを外してください。それは続いてこちらの身の方、こっちのオレンジの強い部分と白っぽい方があるんですけど、こっちの白っぽい方、内臓が詰まってる方から全部は切り離さず、半分に観覧開きする要領で半分に割って、あとはこの内臓をすき取って、で綿を取り終えたら裏返して、これをこういった感じでね切り込み入れてもらって、最後にパン。よく見るこの切り込みが俗に言う蝶作りっていう作り方だったはずで、この蝶作り以外でも例えば一方方向にタタタタタタタって切り込み入れてすだれ作りだったりとか、あとこれを半分に1回割っちゃう、ここにこうクロスするように切り込みを加えて、で最後にってやってあげると、こういうクロスした切り込みが入るんで、これが鹿の子と書いてかのこ作りで、僕今テンション上がってもう作りにしちゃったんですけど、これする前に洗わなきゃダメですね。まだヌルヌルがすごいので、ここからぬめり取り、普通に氷水でもいいですし、より効果的なのは高いお酢じゃなくていいんで、この安い穀物酢でいいので、お酢をトポ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 トあんまり濃くしなくてもいいですけど、あとはこのお酢氷水の中で洗うだけ。お酢の力であっという間に固まるのでね、ぬめり成分が。でもってこの時に身がキュッと締まって歯応えが良くなりますもんね、この子はね。あとは余分な水分はしっかりと拭いて、特にお酢がね入ってますんでしっかりと拭いてあげてくださいね。酸っぱいので。本来は盛り付ける時にこの蝶作りとかにするんですけど、ちょっと他にもいっぱいねネタがあるので、もうちょっと今のうちにやっちゃいますね。でこの紐も食べやすいサイズ感にカット。というわけでこれで身、紐、貝柱にさばき終了。この子に関しては本当盛り付けるだけですね。じゃ
続いてあさりと鬼あさり、まずは一度こちら水でガッシャガシャ洗っていきます。できれいさっぱりしたところで、こんだけガッシャガシャガッシャガ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 シャってやってもこう口が開いちゃってる子っていうのはもうおそらく死んじゃってる子なので、その子は外す方が多分無難かなと思います。でおそらく大丈夫とは思うんですけど、金子さんがね多分選定してくれてるから、一応このカン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 ってこうなんていうの、詰まった音、これがもし中が死んじゃってたりとかするともっと低い音がするんですよね。トントンみたいな。今の音の変化分かります？多分最初ちょっと口が開いちゃってたんですけど、だからトントンって低い音がしたんですけど、今の衝撃でキュッとちゃんと縮んでくれたから、こういう高い音に変わりましたよっていう変化があると思うんですけど、これでずっと低い音がする変な音がする子をちょっと弾いてみます。両方とも大丈夫でしたね。これで洗浄も選別も終わったので、あとは蒸すだけ。よし、はい次。じゃあラスト、フジツボ。もうこの子は水洗いするだけ。はい、切ってきます。一応これにて全ての下処理が終わりましたので、ここからいよいよ本調理に参ります。まずはフジツボからかな。じゃあ大きめのお鍋に水張って、お塩。塩加減は本当お好みですけど、僕は結構塩強めが好きだったりします。もちろん薄味でもいいと思います。というのもこのフジツボを何かこう剥いた後になんかちょっとお醤油つけたりとかそんなことはせずに、基本剥いたらちょろんと食べるので、もうこのまんまの味付けがね塩味になるんで、それこそお酒に合わせたいとかそういったおつまみにするんだったらちょっと強めがいいかなと思います。当然フジツボ自体にもね塩味はあるんですけど、そしたらこちらを火にかけて強火で。そしたらお湯が沸きましたので、はい、フジツボ加えて、でフジツボは見てもらうと分かる通り中がねもうすぐ茹だるので、沸騰したところに落としてだいたい 1,2 分くらい、一応中に空気が入ってて火の通りが悪いみたいなのがないように一応ちょっとね混ぜながら、それ 1,2 分だったらこちら火を止めて、本来はフジツボめっちゃいい出汁出るんですけど、今回塩茹でなんでねもうこちらしょっぱくて飲めないので、今回はこちらをおか揚げで、こういった類のものはもうきれいに盛り付けるんじゃなくて、もう乱雑に。フジツボの塩茹で完成。じゃあうっすらお塩、皮面下にして、はい、またうっすらお塩で、15分ほど経ったらボウルに加えて、はい、沸騰したお湯、いつも通りの湯霜でございます。でちょっと重なってるとこ火が入りにくいので、ちょっとスッスッスッと揺らしてあげて、でこちら一度ざるにあげて水洗い、余分な鱗とかあと内臓、血合い、そういったものをきれいにしてまいります。そしたら今回は塩汁なので、はい、だし昆布を1枚、そしてきれいにした柄でかぶる程度のお水、そしたらこちらを中火にかけて、もうそろそろ沸きそうなので、ちょっと今回贅沢な使い方ですけど、もう今回昆布はここでお役ごめん。じゃあアクを取って、この一発目に沸いてくるアクは昆布のぬめりでもあるので、これは取った方がいいと思いますけど、それ以降の白っぽいアクに関してはもう皆さんの判断で。で煮出し時間なんですけど、これもお好みでだいたい基本は15分くらいになるのかなと思うんですけど、結構強火でバン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 炊きながら、傘が減ったら水を出しで3時間ぐらいやるとこれ真っ白になるんですよ。俗に言う魚白湯スープ、そこまでやっても美味しいし、もう15分くらいで揚げちゃってオーソドックスな感じに仕上げてもいいし、本当に皆さんのお好みで。はい、というわけで15分ほど経過、いや嘘25分、
お上品だけども出てる。今日はこのぐらいにしようかな。で、人間面白いもので、塩分が入らないと人間って味を感じにくいので、このまんまだとね、ものすごく淡いと思います。うっすら薄口醤油。これで一気に花が開きますよね。香りの面白いですよね。あとはお塩で塩分調整。じゃあ塩分バシッと決めたら、あとはここにいつもの通り日本酒。これは絶対に料理酒ではなくて日本酒で、料理酒しょっぱいので。で、こういったワンモノというか、このお吸い物関係は必ずね、薬味というか香りのあるものが必要になってくるので、金子さんに一緒に送ってもらった、これはすだちんなのか青ゆずではないな、これの皮削った最後にパッパッとやるか、果汁ギュッと絞るか、あとの僕の気分次第で、とりあえずこれにて完成。で、続いて酒蒸し。まずはあさりから。お水とお酒を同割り。ちょっと多かったかな。大体あさりの傘の半分くらい。そしたらまだ調味料とか何にも加えないまま火にかけて、火加減は中火で、丁寧に作るのであれば、あさりがパカッと開いたらもうその時からもうあさりをボン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 取り出していって、火がね入りすぎないようにするのが一番いいんでしょうけども、今回まあなかなかの量があるので、一個一個出してるとね日が暮れちゃうので、今回まとめて一気にやっちゃいます。そしたらだんだんと開いてきましたので、はい、アクが取りたい。一旦大雑把にキッチンペーパーで。じゃあ最後お玉で仕上げのすくいで、この段階で初めて味見をして、激濃いあさりエキスがね、シンプルに作るならここにお塩だけ。僕はやっぱちょっと薄口醤油を入れたい。ちなみにここにバターを加えると、なんかよりちょっと洋風っぽいような、よりコク深く仕上がると思います。シンプルに作るならこれ。今回結構ね、雑に作りましたけど、見てこの実入り。もともとのね、このあさり自体がいいっていうのがすごい分かりますね。で、続いて鬼あさり。こっちの方が数的には、重量的にはちょっと少ないので、さっきよりもちょっと量を減らして、これで作ればイーブン。じゃあこちらも火にかけて、こっちの鬼あさりはさっきのあさりと比べてちょっと殻もね開きにくいし、ちょっと殻も分厚くて火の通りが遅いので、さっきよりも少し加熱時間長め。 1,2 個空いたら結構強めにガーッとゆすりたいかも。こっちは数も少ないし、ちょっと丁寧にやろうかな。うわ、身パンパン、すごっ。じゃあまたアクを取って味を見ながら薄口醤油。で、ここで今回の将軍ネギ。で、あさりの酒蒸しってなんだかんだね、うまみ爆弾で、まあまあ僕はヘビーなお料理だと思ってるので、ちょっとさっぱりさせたいということで柑橘。これ青柚子？青柚子だ。柚子のすごくいい香りがする。ちょっと彩りに黄色が欲しい。じゃあ続いて鬼つけ。だから改めて見るとイサキでかいな、これすごっ。で、こっちがサメガレーですね。そのサメガレーの裏面、薄皮がついてるものですね。じゃあ鬼つけなので、この肩口の角度に従ってこういった感じで切り身にして、切れ込みは多分いらないんじゃないかな。なんせ薄いですからね。そしたらこの沸いたお湯の中にジャポン。はい、霜降り。今回はこのサメガレーの卵も、でもきめ細かいカレーっていう感じの卵ですね。黄身はちょっと長めに。やっぱ今回お腹開いてる関係で、しょうがないですね。反り返ってきちゃうのはね。それとはこちらを皮を傷つけないように優しく。あと鱗をね、きれいに除きまして。
じゃああとは付け合わせのごぼうをちょっとこの1本は太いので半分に割ってで今回は最後盛り付けの時に上にね針生姜を留めたいのでちょっとこちらたわしでゴシゴシしていきます。強めにゴシゴシしてもらうと薄皮が取れるのでちょっと酸化してるとこだけ落としのでちょっと安定させやすいように一発落としてではこれにあとは煮込むだけで一応お煮付けなのでねやっぱ彩りが抹茶っちゃになるんで後で小松菜をね塩入れして食べやすいサイズにカットしてちょっと添えようかなと思います。もうこれカメラ回さないと思います。そうしましたら今回のお煮付けに使っていく調味液を合わせていきますのではいせーのこちらからおだし、お酒、濃い口醤油、みりん、お砂糖で今回の分量がこちらから 400g、200g、60g、60g、60g ここ今回おだし使ってるんですけど正直ここお水で全然いいと思います。煮魚ってね骨から十分に出汁が出るんで本当にいらないと思うおだしでも今日なんとなくおだしです。でこちらは一般的な白身魚用の煮汁の調味液の割合にしてあるんですけどこの割合結構塩分的に弱いんですよ。甘さはガツンとくるんですけどね。ですんでこちら煮上がった時に煮汁がしっかりととろっとするまでしっかりと火を加えてあげないとちょっと薄いなって感じると思います。ですのでこちらしっかりと煮詰める前提の煮汁なのでこちらの合わせ調味液を例えばお魚がかぶるくらいにしっかりといっぱい入れちゃうとかなり長時間煮ないといけないのでお魚パサパサになっちゃいます。あくまでこれは割合であってこれで煮魚何グラム分とかじゃないのででこちら最後仕上がった時に多分ですねご飯に合うというよりもちょっとねお酒に合うような少しお上品な煮汁になっているのでご飯と合わせたいなって方はここの濃い口醤油をあとちょこっと足してあげてください。もしくはお塩でねそうしてあげるともっともっとご飯に合うと思います。そしたら一旦何もかもぶち込んでじゃあお砂糖も溶けたので今回イサキとサメガレは別々に煮てまいりますのでサメガレでこの時必ずね盛り付けの時に上にくる面つまり皮面を上にしてあげてで今回の煮汁サメガレはもうあっという間に多分煮上がるのでそんなにいっぱいいらないと思う。こんなもんでいいと思う。で続いてイサキ逆にこっちは結構煮るのに時間かかりそうなのでこんなもんでいいんじゃないかろうか。では早速煮てまいります。でこれだと当然このかぶってないところは味が染みないので必ずこういったキッチンペーパーでもいいしリードペーパーでもいいしこういったクッキングシートとかそういったもので落とし蓋をしてあげて落とし蓋をすると対流でね身にちゃんと煮汁が当たるのでそれで火を通してあげるっていうのが多分失敗しないコツな気がします。はいでは火にかけて沸騰するまでちょっと強めの中火。じゃあ沸いてきたのでちょこっとだけアク掃除してはい落とし蓋でこの後15分ほどちょっと煮汁がとろっとするまで煮詰めてまいります。はいあれから約15分ちょっと煮汁多かったですね。全然煮詰まってないや。ただこれ以上やるとちょっと魚カチカチになっちゃうので一旦この状態で、はい、お皿に盛り付けちゃいましょう。よしじゃあ再度こちらを火にかけてしっかりと泡が細かくなって底がかけるくらいまでなってきましたね。でこちら冷めるともうちょっととろみがつくのでもうこのくらいでいいかなと思います。あとはこの煮汁をたっぷりと
じゃあ続いて塩焼き。今回一応塩焼きなんですけど、ちょっとね作ってみたいのがあって、前にもね1回だけ作って失敗したんですけど、日本にはね若狭焼きというものがありまして、甘鯛を鱗付きのまま干物にして、でその甘鯛の干物を焼きながら上から日本酒とか薄口醤油とかそういったものを塗りながら焼くっていうね、そういった焼き物があるんですよ。今回は鱗取っちゃいましたけども、さすがにね甘鯛ほど鱗細かくないので、ていうか薄くないのでね。じゃあ塩焼きなのでここ外さなくてもいいとは思うんですけど、とかここつけてた方が多分仕上がりがね綺麗にまっすぐになるんですけど、まあ食べにくいので今回取ります。で続いて狼魚。じゃあこちらもちょっと血合い骨だけつけたまま大ぶりにカットしたいな。狼魚は3枚で、焼くにあたって今回はちょっと串打ちして焼こうと思うので、もうすごくオーソドックスな平打ちで、皮と身の間に1本。はい、こんな感じで、狼は結構ね身と皮外れそうなんですよね。だからキワキワ入れるとちょっと外れそうなので、少し浮かせて刺してみようかなと思います。じゃあお塩、でこちらが今回塗っていく若さじ、ちょっとあらかじめ作っといたんですけど、中に入っているのが日本酒が3に対して薄口醤油が1で、そこにだし昆布をポンポンと落としてます。では焼いてまいりましょう。じゃあまず狼魚から。身の方にはだいたい8割方ぐらい火が通ったかなって感じですね。だいぶいいのではなかろうか。じゃあここで今回の若さじ、これを 3,4 回に分けて、よし、もう一発。じゃあ最後皮面をパキッと仕上げて、いいのではなかろうか。じゃああとは熱いうちに串抜いて、お皿に盛り付けて、軽く水分を絞って、で端紙も添えて、いや水分しっかり持っててマジでいいわさびこれ。はい、狼魚の塩焼き。じゃあさっきと同じ焼き方で姫きめだい。あとはこれがパリッとするまで。これで氷見風鯛の若狭焼き完成。では最後にお刺身を仕上げてまいりましょうか。すいません、お刺身の前に1個忘れ物をしておりました。こちらがですね、サメガレイのお腹の皮なんですけど、お腹っていうか裏側の皮なんですけど、これ湯引きで食べれるじゃんって言ってたの忘れてました。いってらっしゃい。面白いのが、普通魚の皮ってこういびくとこうくるんと丸まるんですけど、この子全然丸まらないですね。なんかずっとドゥルンだね。じゃあ氷水に取りまして、十分に冷えたら水気を取って、
柔らかいね。もう一瞬でゼラチン化しちゃった。じゃああとはこれを食べやすいサイズ感に。多分お団子になっちゃうやつなので、泳がせるような感じで盛り付けないとダメですね。なのでおだしで、ここにポン酢、だしにポン酢1ぐらいで、ここに皮、このくらい泳がせれば多分くっつかないと思う。あとはここに刻みネギで、ほうじそうをブチ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 、ほいで菊の花弁、はい、これで完成。サメガレーのいびきだしポン酢。はい、次。血合い骨はなさそうやけど、ちょっとこの骨身がちょっと身についちゃってるので、一応半分に割りますね。渡しちゃって。じゃあ皮引いてむきましょうか。うわ、ひき肉すごい吸い付いてくる。なんか薄い繊維質のなんか一層が残りますね。これちょっと浮かした方がいいのかな。皮面叩きにした方が美味しいような、そんな見た目がしますけども、まあよかろう。じゃあサメガレーに、まずはこの大きな縁側を外したいので、こっちのお腹側、これも縁側を外して、ちょっと形悪いのでここ整えちゃって、ではここまで見ていただいて皆さんお分かりの通り、全部白身なんですよね、お魚が。でどちらかというとこう縦で作るというよりもこう削いで作るようなお魚が多いので、それだとちょっとね立体感がこう出づらいので、もうちょっとこう身の厚みがあって色鮮やかなお魚、はい、例えばこういったアトランとかね。でより身の厚みがあるところが欲しいので、こっちのハラスも美味しいですけど、今回はこっち、はい、背泥の方ですね。今日はここが欲しい。でここの縁側、ここはちょっと油がしんどすぎるので、ちょっとここは今日は外します。あとはもうお刺身に引くだけで、それからちょっと青魚欲しいので、そんなに鮮度バッキバキではないですけども、アジ、もう今アジがだいぶ脂乗ってきましたね。アジは血合い骨取ると身が結構なくなるのでもったいないので、血合い骨を抜いちゃって、それで盛り付けてまいりましょう。今日はこのくらいの山でいいかな。
と太すぎたけど、まあいいや。ゆり人参。55点。せっかくなのでこの赤もみじてか、赤もみじってこの時期あるんですね。この時期は緑のね、緑もみじしかないと思ってたけど、こういったものはね、もう重力に従って、こういうのは本当もう自然落下に任せて、刺し盛り完成。ということで、はい、これで金子ボックス御膳の出来上がりです。では実食品へゴー。というわけで無事に完成しました気まぐれ御膳。よし、ならばいただきます。五臓の六腑にしみるならば、初手安定の、お口の潤い、青柚子削って、ちょっと風情がないですけども、ささらで。味わい的には石鯛とか石垣鯛とか石物って言われるやつと畑、すっごく濃くていい出汁出るなって感じるんですけど、姫風鯛はもうちょっとおしとやかかなっていう感じ。当然煮出し時間にもよるんでしょうけどね、旨味とか油とか、あとコラーゲンとかでぶん殴ってくるようなすっごい強いお出汁ってわけじゃないですね。こんだけ油乗ってるけど、ほんとお姫様みたいなすごくお上品なお出汁。じゃあここのカマのところのいっちゃん油が乗ってるところ、こ身質めっちゃきめ細かいんだ君。ほんとね、筋繊維一本一本が細い。うまっ。なんだかんだ15分とか20分とか長時間火にはかかってるので、そんなねとろけるようなモイスティーなジューシーな感じはもうあんまり残ってないですけど、でもこれ適切な火入れをしてあげたらめちゃくちゃ美味しいんだろうなっていう身質ですね。ごちそうさまでした。じゃあまずはお刺身。お刺身どれからいこうかな。まずはこれですよね。きゅうりいくら。いくら本日も異常なし。そしたらやっぱ狼魚かな。お醤油ちょっとつけて、でも油浮くわ。狼は結構油乗るんだよ。ちょっとウツボっぽさを感じる。やっぱりこの身の香りね、ちょっと昆布っぽいようなこの出汁を感じる味で、筋肉質でちょこちょこ筋張ってて、シルクのような肌触りじゃなくて、舌触りでじゃなくて、もっとワイルドな感じで、噛めば噛むほどこの昆布っぽいようなお出汁っぽいような味が出てくる感じ。香りとかじゃなく味が出てくる感じ。ちょっともう順番ぐっちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、ちょっと先にこちらいただきたい。若狭焼き風。待って、これバカうまいんだが、もっと大味な食感と思ったら全然、何これ、めちゃくちゃジューシーなんですけど、刺身の時は結構ワイルドさを感じたんですけど、焼くとねめちゃくちゃシルキーですよ。で、皮のとこがうまい。食べかけて大変恐縮なんですけど、わかります？この皮のところのゼラチンの層、すっごいテッカテカしてると思うんですけど、そうなんですよ。こっからね水分がジュワッと出てくるんですよ。僕口の中がパサつくものってねあんま得意じゃないんですけど、パサつきなんていつこ。ちょっとわさび乗っけてね。で、血合い骨もちゃんとあるんですけど、魚体で25センチくらいのマアジの血合い骨と同じぐらいの太さ。その気になれば多分噛み砕けるぐらいの太さですね。あとでまたゆっくり食べよう。マジでうまいわ。
じゃあ続きまして、もうこれは美味しいのが確定している、はい、サメガレー。やっぱ独特な香りありますね。癖があるとかじゃなくて爽やかな香りがする。僕カレイのお刺身食べたことないですけど、カレイって総じてこういう香りがあるんですかね。すごく爽やか。でもこの流れで縁側、ここ絶対うまいと思う。油すごっ。ヒラメの縁側って結構まったりとした重厚感のある香りすると思うんですけど、もうちょっとライトな香り、油めちゃくちゃ乗ってるんですけどくどくないというか重たくない、めちゃくちゃ美味しい縁側で、カレーってもうちょっと僕水っぽいイメージ、お刺身にしてもそんなに食感ってないようなイメージなんです。僕全然そんなことない。続きまして頭悪いサイズの赤西わさびペ。超うまい。もうこの西というかつぶ貝というか、こういった貝特有のムッチムチ感、ローソンで売ってあるつぶ貝のお刺身、あのムチムチ感です。一番身近なもので言うと。で続いてヒメフエダイ。もう誰からも愛される美味しい白身、めちゃくちゃ脂乗ってるんですけど、やっぱイシダイとかイシガキダイとかああいう脂のりのりな石物と比べるともっと優しい脂の香り、くどくない、食べやすいわ。でここでも思うけど、やっぱ身質がすごくきめ細かくて滑らか。じゃあ焼くとどうなるか。お刺身で食べた時には感じなかった味をすごく感じます。めっちゃうまい。で焼いてもやっぱり身質がきめ細かい。なんか大筋石餅を食べた時みたいな、きめ細かくてネトっとするような、そういう身質。僕の焼きが甘かったから皮すっごい弾力。でもこうやって食べ比べるとヒメフエダイとオオカミウオだとオオカミウオのが好きかも。味ではヒメフエダイが好きですけど、やっぱこの食感ですよね、すごいわ。僕こっちが好きだな。現場からは以上です。で僕は一旦ここでちょっと食ボッツ。じゃあこの辺で鶏貝、はい、お醤油ちょっとつけて。本当に食べやすくて美味しい鶏貝は。で逆にちょっと癖ありの赤貝ちゃん。個人的に赤貝って結構好き嫌い分かれる印象あるんですけど、皆さんどうです？僕は好きだけども。貝って感じする。でもやっぱ爽やかでとても美味しい貝ですね。で続いてひも。うま。歯応えジャッキジャッキ。そして貝柱。癖もなくて柔らかくて美味しい。でお次がですね、赤西の肝。こっちクリーム色だからこっちがお酢なのかな。サザエ理論だとお酢。口に入って前半中盤まではずっと甘いんですけど、後半飲み込んでからとかその辺ぐらいから苦みがじわーっときますね。大人な味で、こっちがちょっと緑っぽいというか、サザエ理論だとメス。まずですね、食感がね結構しっかりめに火を通した鶏のレバーみたいなちょっと食感があって、さっきの白い肝と比べるとちょっと癖ありかも。全然食べれないことはないですけど、選べるなら白を選びたいなっていう気持ちが出てきた。
で一応これで全部のあれですかね、お刺身はご紹介し終えたかな。じゃあゆっくりと舌鼓を打ちたいので、はい、もう一回食没。じゃあお刺身ラスト赤西。で今こちらツマとかね結構入ってるんですけど、お魚ドリップがね今結構吸われててちょっとくちゃいので、これを洗って明日の僕のお昼のサラダになります。こっちも開けちゃおうかな。で一旦ちょっとこう整理します。てかお刺身のところで1個大事なもの忘れてましたね。ウニ。もうウニ好きとしてはねすごく気になる。やっぱ色合い的にはあれですよね、馬糞というよりかは紫っぽい。じゃあお醤油つけて、うまいね。口に入った瞬間ちょっとね磯の香り強めってなりました。ただその一発目の磯の香り超えた後、ただひたすらに甘い。もう明晩やっぱこれ入ってないんじゃないかな。明晩の味がしない。明晩なしでようこんな粒残りますね。すげえ。これは大事に食べたいのでこれ明日うに丼にしよう。で続きましてこっちサメガレーの鬼つけ。冷めちゃってるけどこれ絶対美味しいと思うんだ。バカほどうめえ。今これ冷めててこの身のほどけ具合でしょ。温め直したらすっごいと思う。なるほどね。ここ縁側のところなんですけど、ここやべえ。もうね柔らかすぎて、てかもうとろけすぎて、もう上べらで上顎ドゥーンで潰れますね。めちゃくちゃ柔らかい。いやまあでもそうでしょうね、縁側だもん。その縁側がこんだけいっぱい取れるのはやっぱすごいことだと思う。で卵、カレー色の卵らしくてすごくきめ細かくて、で癖っぽいものもなくすごく食べやすい卵。ちょっと火通ちすぎたなって感じはありますけど。最高に美味しいでございました。やっぱちょっと塩分控えめで甘さ強めの味付けなので、まあご飯にも合うけど、やっぱこういったビールとか日本酒とかこういったお酒によく合うなって味付けですね。うまい。じゃ続いてカレーの皮。あまりやる気を感じられないですね。もうね、どんだけ柔らかいかって言ったら、二郎系ラーメンの、上にバーッとかけてもらう油、あれぐらいもう、歯を使わなくてももう、ドゥルンってもうゼリーみたいな。もうゼリーにもなってないな。ギリギリ形を保ってる寒天みたいな感じ。で、味もね、ほんと寒天みたい。一応完食。個人的にはそんなに美味しくはなかったかなって感じ。じゃあ続いてイサキ。超楽しみにしてたやつ。まずこれからいこう。はい、卵。うまい。もう全然臭みもないし滑らかだし、さっきのサメガレーの卵よりもこっちの方が多分身に守られてたかな。そのおかげでそんなにパサパサになってない印象ですね。で続いて身。もうアホほどうまいわ。今お腹のとこ食べたんですけど、内臓を絞るところがもうプルンプルンでめちゃくちゃうまいわ。うまい。もう今年に入ってイサキよう見てるんですけど、こんなにいいイサキ見たことないもんな、まだ。いやマジでうまいわ。でも今だいぶね動画時間的にももう長くなってると思うんで、ちょっとここからなんか巻き目に行こうかなと思うので、ちょっと早送り。はい、鬼つけ完食。じゃあ続いてアサリ&鬼アサリっていうところなんですけどね、次の予定が入ってて、
これ全部食べられないかも。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですけども、手にも確認もちょっと急ぎましょう。まず普通のあさり、美味しいあさり。続いて鬼あさり、こうやって食べ比べると鬼あさりの方が結構食感というか歯ごたえシャッキシャキしてるんですね。あ、できた。この鬼あさり特有のこのピリッとくるこの唐辛子っぽいこの辛みね。きた。このアサリと鬼アサリどっちが好きかって言われたら僕、アサリかも。鬼アサリも美味しいですけど、やっぱこれは慣れなんでしょうね。やっぱ食べ慣れてるからってのが大きいかも。やっぱこのアサリのこうムチっとしたこの食感、僕結構好きなんだなって再確認しました。やばい、時間がマジでない。せめて全部のあれはしたい。食レポはしたい。はい、ということでフジツボ、ここにね、中からこうピョンと出てるこの鍵爪状のこの爪があるんで、これを持ってもらって、あとはスポンと抜ければいいんですけど、抜けた。綺麗に抜けたらここを食べるだけ。もうまさしくエビとカニの中間、ちょうど真ん中。ただ食感が全然違くて、エビだったらブリンとしてるし、カニだったらもうちょっとこう繊維質を感じると思うんですけど、フジツボってもうちょっとなんて言うんだろうな、もっとプルンプルンというかツルンツルンというか、ちょっとゼリーチックな感じなんですよね。でその中にちょっとシャキッとした部分があるみたいな、基本的にすごく柔らかいものなんで、僕将来的に歯がなくなったらフジツボを食べて生きていこうと思ってます。うわ、でかっ。もうこれはね、最高の当てですよ。で、フジツボ、特にこれミニフジツボっていう種類ですけど、フジツボってそんなに安いもんじゃないんですよ。海鮮部門の中でもフジツボって可食部だけで言ったらめちゃくちゃ高価な食べ物だと思います。ただね、この味とこの体験、これはもうフジツボにしかできないので、ちょっとね、手は出にくいかもしれないですけど、もしなんかのご機会がありましたらぜひっていうところかな。タイムリミットだ。ごちそうさまでした。いや、すみません、全部食べれなかった。今回ね、ちょっと最後負け気味になっちゃいましたけど、めちゃくちゃ美味しかった。もう特に感動したのが狼魚の塩焼き。あれマジでうまかった。僕赤絵をよく動画で登場させると思うんです。あれなんでかっていうと、僕赤絵が大好きだから、内側から水分がジュワって出てくるんです。あれがすっごく好きで、狼魚もそれと同じく内側からも水分がすっごく出てくる狼魚ジュースが、それがマジで美味しかった。で、今回初めての体験もいっぱいできてですね、金子さんには本当感謝しかないです。本当ありがとうございました。もしまた今後ね、金子さんが OK って言ってくださるなら、またね、金子さんボックスっていうものをね、また作っていただけたら嬉しいななんて思ったりもしております。また今後ともどうぞごひいきにっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。